みんな、こんにちはなのだ。動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今日は僕たちの国、日本についてお届けするのだ。ねえねえ、聞いてほしいのだ。僕たちの国、日本って名前、実はこれが正式な国名です。ではっきり決めた法律がどこにも存在しないらしいのだ。びっくりなのだ。今日はそんな日本に関するニュースを全部で3つお届けするのだ。どれも、へえ、って思ったら高評価とチャンネル登録よろしくなのだ。中でも特に注目なのが最初のニュースなのだ。石破氏、辞任圧力と幹部辞任で最大の危機にという記事なのだ。石破首相が昨年10月の就任以来、最大の苦境に立たされているのだ。自民党執行部は早期の総裁選開催を決めたのだ。まず森山幹事長が最近の参院選の不信の責任を取り辞任を表明すると、それをきっかけに主要幹部たちが次々と辞めていくドミノ現象が起きたのだ。さらに、石破首相への不信感が強いことで知られる麻生太郎元首相も、党内で唯一の正式な派閥を率いる立場から早期の総裁選を要求したのだ。これらの動きで石破首相は大きな辞任圧力を受けている状況なのだ。これは見逃せないニュースなのだ。それじゃあ今日も一緒に見ていくのだ。日本は東アジアに位置する美しい島国で、首都は活気あふれる大都市東京なのだ。およそ1億2000万人が暮らしているのだ。古くから豊かな歴史を築き、現在は立憲君主制の民主主義国家なのだ。伝統的な文化とアニメやゲームなどの現代ポップカルチャーがユニークに融合しているのだ。自動車や電子機器といった製造業が経済を支える一方で、環境技術やロボット工学の分野でも世界をリードしているのだ。世界中で愛される和食も自慢で、近年は観光客も多く訪れる魅力いっぱいの国なのだ。一つ目のニュースなのだ。石破氏、辞任圧力と幹部辞任で最大の危機にという記事なのだ。石破首相が昨年10月の就任以来、最大の苦境に立たされているのだ。自民党執行部は早期の総裁選開催を決めたのだ。まず森山幹事長が最近の参院選の不信の責任を取り辞任を表明すると、それをきっかけに主要幹部たちが次々と辞めていくドミノ現象が起きたのだ。さらに、石破首相への不信感が強いことで知られる麻生太郎元首相も、党内で唯一の正式な派閥を率いる立場から早期の総裁選を要求したのだ。これらの動きで石破首相は大きな辞任圧力を受けている状況なのだ。二つ目のニュースなのだ。診療士の違法薬物疑惑、分かっていることという記事なのだ。新浪武史さんがサントリーホールディングスの会長兼 CEO を辞任したのだ。違法なカンナビジオールを含むサプリメントを所持していた疑いで警察の捜査対象になったことがきっかけなのだ。このニュースは火曜日に報道され、サントリーの社長と副社長が新浪さんの辞任理由を説明したのだ。水曜日には経済同友会の代表として記者会見を開き、無実を主張したのだ。新浪さんは問題のサプリメントに日本で違法な成分が含まれているとは知らなかったと話しているのだ。この数日間、彼にとっては波乱の連続だったのだ。3つ目のニュースなのだ。習近平氏、キム・ジョンウン氏と会談という記事なのだ。中国の習近平国家主席と北朝鮮のキム・ジョンウン総書記が木曜日に会談したのだ。金総書記はその前日に北京で行われた第二次世界大戦終結80周年を祝う盛大な軍事パレードに習主席と一緒に参加していたのだ。この会談の様子は中国の国営メディアで報じられたのだ。中国外務省の報道官さんは、両首脳が中朝関係や共通の気になることについて深く話し合ったのだと説明しているのだ。特に各気質自サル報道官さんは、金総書記の今回の訪中は6年ぶりだったり、初めての多国間の場への登場だったりするから、とっても重要な意味があるって
って強調していたのだ。これからの両国の関係に世界中が注目しているのだ。日本の多様な魅力から政界の激動、経済界の波乱、そして国際的な重要な会談まで盛りだくさんのニュースだったのだ。世界は常に動いているのだと改めて感じたのだ。これからもずんだもんと一緒に未来を見守っていくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。